突然ですが質問です。東京都の住みたい自治体ランキング1位の場所を知ってますか？主要駅へのアクセスがいい、下町情緒あふれる街、有名な商店街がある。正解は北区です。北区っていうと赤羽、王子、田端が複数路線が通っていて有名だけど、個人的には十条が一番いい街だと思ってます。アンケートでもほとんどの人が十条が住みやすいと回答。今回はそんな十条の魅力を見つけていきたいと思います。はい、埼京線に乗り十条駅に到着しました。駅のホームは都市に近い割にはね、こじんまりとした印象だね。駅西口に到着してまず目に入ってくるのはこのタワマン。名前はザ・タワー十条。マジででかい。左手前からタワマンと高級スーパーのクイーンズ伊勢丹、そして右側には昔からある商店街の入り口。ロータリーもさ、結構変わったよね。はい、ってことでこれがザ・タワー十条ですね。もう首が痛くなるほどね、高い高層マンションになってますね。これ見たらわかるんだけど、半分以上がテナント入ってないんですよね。せっかくね、2024年に十条駅前にこんな大きいねモールができたのに、半分以上がねテナントが入ってないっていうね、ちょっと失敗してる雰囲気が漂いますね。テナントにはファミリーマートや松屋、バーガーキング、31アイスクリームなど、イオンのフードコートでさよく見かけるお店がいっぱい入ってるね。ベローチェがある。これはいいね。コーヒーチェーン展開で一番ね値段が安いと言われるベローチェがあるのが、これはポイント高いですね。エスカレーターで上がった2階にはクイーンズ伊勢丹があるんだけども、あんまね人はね入ってない感じだね。モールの4階に来たんだけど、周りとのねコントラストがすごい。他は本当に昔ながらの低層階のね商店街というか建物が多いんだけど、この駅前のこのビルだけ、このマンションだけ1個だけね頭飛び抜けて大きい感じですね。で、ちなみにここにあるのが十条銀座商店街ですね。都内の三大商店街の一つ、十条銀座商店街がここにね連なってます。はい、ここが、十条駅の南側の方向ですね。ここまっすぐ行くと東京家政大学キャンパスがあったりして、でちょっとね右に首を振って奥の方を見ていくと帝京大学医学部附属病院がねあったりします。はい、そしてこっちの方に行くと東の方ですね。はい、こっちもね商店街というかロードサイドのお店が並んでますね。はま寿司だったかな、なんかお寿司屋さんがあったり、ココスやジョリーパスタなどといったねファミレスがあったりする感じですね。にしても十条にこの雰囲気合わないでしょう。僕のイメージする十条と全然違うんだけど。だって十条って言ったら十条銀座商店街だからね。本当にこれまっすぐ行ったところにあるやつよ。ほら、あれがもう十条ですからね。あれがにもかかわらず、こんなねもうめちゃくちゃ綺麗なねマンション、そしてクイーンズイスタンというね超高級スーパーが入っている。これ大丈夫？このマンション対この商店街っていうなんか対立構造になってない？大丈夫？すごいなんか心配なんだけど。びっくりした。ほら、びっくりした。はい、そして十条といえばここですね。十条銀座商店街になります。パッと見た感じ、ご高齢の方と外国人の方がね多い印象かなと思うんだけどね。十条ってさ、やっぱ学校が多くて、中でも帝京大学附属病院って外国人留学生の受け入れがね全国トップらしいんだよね。もしかしたらそんなこともね関係あって外国人が多いんじゃないかなって思ったりしてます。ここで十条商店街について30秒でおさらいをすると、十条商店街って実は都内の三大商店街って言われるほどね大きいんだけども、その成り立ちがね結構面白いんだよね。明治30年代にこの辺りに店ができ始めて、1938年、今から約ね90年前に東京十条銀座商店街商工組合が爆誕。その後近くの軍関係の施設の影響もあって関連施設がね立ち始めて、人も集まって今のような賑わいに発展したらしいんですね。実はね100年以上の歴史がある。これすごいですよね、十条商店街。はい、ってことでね、ここがね十条商店街になります。全長がね375メートルかな。結構長いんですよね。こっちが西通りっていうね支流になりますね。ここも奥まで続いてるね。そしてこっちがメイン通りですね。すごい、やっぱ375メートルあるってすごいね。めちゃくちゃ長いね。そしてこっちが東通りですね。東通りの方も奥まで続いてるね。
でここの雰囲気ってなんか中野のアーケードよりも幅が広い感じで、お店の数も多いよね。でなんかね、商店街の雰囲気的に言うと川崎の商店街だったかな、あそこみたいな感じがするね。でも川崎ほどなんかその繁華街感がないっていうか、地元感がある落ち着いた雰囲気があって、すごいなんか安心して歩けるね、この商店街は。そう川崎の方に行くとね、別にディスるわけじゃないんだけれども、ちょっとなんかいかがわしい系の店も多いじゃない。居酒屋とかさ、そっち系のね店が。でもこっちはね、十条の銀座商店街は全然そういうお店がないね。本当に地元の昔からやってるほら靴屋さんとか、こういうお店が多いから、すごいなんか安心して歩けるね、心温まる雰囲気のある商店街って感じだね。ただね、やっぱりね、時代の流れからね、逆行できないよね。こういうもう取り壊されてしまったっていうね、この場所もあったり、やっぱ商店街あるあるね、このカプセル薬局ね、外国人観光客とかを、多分ね、ターゲットにしたこのガチャガチャのお店があったりするんで、こういうのがあるとね、なんか商店街風情がね、若干壊されたかなっていうね、感じがしちゃうよね。いいんだけどね、これも。レトロなお店の雰囲気とか、このお店も雰囲気いいね。ここもさ、昔からあるね、メガネ屋さんっていう雰囲気があって、エモいね。いや、ほんとね、この商店街長いわ。中田のね、商店街、サンモールの方って長さが224メートルあるんだけど、こっちね、全然長いからね、それよりも。さすがだわ。さすが日本三大商店街ですね。ここの雰囲気もいいね。なんかね、パッと見て思ったのが、ここさ、なんか沼津の仲見世商店街っぽくない？なんかね、このメインの通りの横に行くところ、このなんか道の広さといい、このアーケードが途切れる感じといい、そこの軒についてるお店の雰囲気といい、なんか沼津の仲見世商店街っぽい感じがする。いいね。こんな感じでキュウリがね、乱雑に置かれてるのもいいね。ここは中東系のご飯屋さんかな。見るとチキンビリヤニが600円とか、何これ、マサラが300円だって、むちゃくちゃ安いじゃん。やば。そしてここが十条銀座商店街の端っこになります。十条銀座商店街が終わると、ここ富士見銀座の商店街が後ろに続いてます。いや、これだけね商店街が栄えていたら、さっきのザ・タワー十条のクイーンズ伊勢丹はもう営業、商売上がったりかなったりだよね。もうダメでしょって思っちゃうけどね。だってこっちの方がさ、安いし美味しいし品揃えもあるし、こっちで買うじゃんみんな。そうでもないんかな。実際どうなんだろうね。焼き鳥1本75円からって安すぎでしょ。たこ焼き屋さんがあるのもポイント高いね。さっき見たこれきゅうりのお店だ。これハラルフーズなんだ。結構中東系の人も十条って多くいるかもしんないね、もしかしたら。でこの十条商店街歩いていいなって思うのが、なんかさ、全国チェーン店の割合が少ないよね。今セブンとかここにドトールとかあるけども、あとサンドラックもあるけども、こういったなんか全国チェーン店のよく知ってるねっていうお店の割合が少ないのがいいなって思う。やっぱ地元の企業とか地元の個人事業主とか商店がこの商店街を構成してるっていうのはね、もう今でも続いてるじゃない。ね、その雰囲気がいいですよね。なんかそのイオンとかさ、ああいう大型ショッピングモールにまだ負けてない雰囲気があるのが、この十条銀座商店街のいいところですね。いや、好きだったわ。だから今この商店街のここもね、今取り壊しが行われていて空き地になってるけども、ここもなんかねショッピングモール的なものができちゃうのかな。やだな。ここにもなんかさ、地元の企業とかさ、そういうのが入ってほしいなって思った。こういう多国籍なご飯屋さんもあるんだ。前あったっけこんな。でも雰囲気はあった感じだよね。古い雰囲気あるし、一応ね、なんかマイバスもあったけど全然端っこの方にあるわ。よかった。商店街を食いつぶしてる感じがしないね。よかったよかった。ここ商店街の東通り側のね端っこなんだけども、ここ出るとすぐに踏切がある。そして踏切を越えると十条中央商店街というね、また別の商店街がねこっちに繋がってますね。大きいね、商店街の規模が。ということで十条駅の東側南側の方をね今歩いたんだけど、なんかレンガ造りのところがあって、これ自衛隊駐屯地ですね。ここにあるんですね。すごい大きいね。前がレンガ造りになっていて、向こうまで柵が伸びてますね。すごい。ちょっとねこの周辺を歩いてみましょう。
はい、こんな感じですね。多分これ詳しい中の雰囲気ね、撮影しちゃいけないと思うので、こちら外観だけ撮ってるんですけど、結構ね、大きい敷地ですね。あれこれ入っていいの？入っていい感じなんか。ここまで入っていいっぽいぞ。ここまで入っていいんだ。こんな感じでレンガで作られた結構ね、年季の入った歴史のあるね、建物もありますね。で、この赤レンガの建物、造兵廠って言うんだけど、昔ね、ここで日本軍がね、武器を作ってたらしいですね。今はね、図書館に変わってますね。戦争を経て力から知識に変わった、なんかそんな象徴のような場所に思いますね。今、自衛隊駐屯地のね、近くを歩いてるんだけど、見て、ひときわ高いマンション。やっぱすごい、駅前のあのマンションだけ飛び抜けて高いよね。すごいね、もう10条のシンボルになってるね。高っ。そして近くには北区中央公園っていうね、のどかな雰囲気のね、公園もありました。緑が多くてめちゃくちゃいいね。この公園の周辺を歩いていて思ったんだけども、学校がめっちゃ多くない？そこ奥にあるのが東京家政大学で、手前にあるのが王子特別支援学校で、ここにも大学があって、東京聖徳大学っていうね、大学があったりします。そしてね、こっちのずーっとね、奥の方に行くと、帝京大学のね、医学部があったりしますね。十条ってめっちゃ学園都市じゃん。はい、駅まで戻ってきました。今いるのがね、十条駅の東口なんだけど、全然違うでしょ、西口と。タワマンになる西口と、この今いる東口、格差がすごいね。東口の駅前にね、こんな感じのトムボーイっていうね、お店があるんだけど、ランチが1250円と1300円ぐらいかな。で、学生がね、920円。学生は嬉しいね。商店街に戻ってきたので、これからね、お昼ご飯を食べたいと思います。行くのはここ、梅の木さんです。メニューを見てみると、コーヒーがね、ワンコインぐらいであったり、クリームソーダもあるね。で、ランチセット1200円でコーヒー付き。これも安いね。お店の雰囲気はこんな感じ。なんかね、昭和の喫茶店っていう感じでエモいですね。で、今回窓側の席を取ったんだけども、なんだね、商店街ビューっていうね、ここからのさ、景色もなんかいいよね。ナポリタンが到着しました。サラダはね、普通にシャキシャキしてて美味しくて、ドレッシングもね、いい感じですね。なんか木をてらった味というよりも、なんか昔懐かしい喫茶店の味っていう感じがして、ほんと美味しいね。ナポリタンも作りたてで熱々で、トマトベースのソースがね、ほんと美味しいね。こっちもね、なんか独特な味があるっていうんじゃなくて、昔懐かしいね、味がして、これほんとうまいわ。いや、素朴な味わいでめちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。コーヒーが来ました。商店街を見ながらのコーヒーは贅沢だね。ということでコーヒーも美味しかった。ごちそうさまでした。はい、今ね、ここのお店で扇子ね、日本の富士山のね乗ってる扇子を買ったんだけども、おばあちゃんがね、すごいなんかもういい人でさ、なんかもうこれクレジットカードで払ったんだけどさ、なんか金額打ち間違えちゃってるんだよね。かわいい、本当も1300、なんか1530円って打っちゃってる。本当は1560円なのね。だから自分が端末を見ながら金額違いますねみたいな、なんかそういうね感じでさ、金額修正して支払いしたんだけども、だからそういうなんかね、心温まるさ、なんかヒューマントゥーヒューマンのやり取りがあるのがいいね。あそこに奥にいるおばあちゃんですね。いや、ここのお店めっちゃいいよ。手ぬぐいがね360円で売ってるからね、めちゃくちゃ安い。ここほんとおすすめだわ。ということでいかがだったでしょうか。ちょっとでもね、十条のいいところが伝わったら嬉しいです。他にも紹介してほしい街がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。